戸川日本庭園研究室の戸川です。今回は竹垣編ですね。前回の続きでありまして、創作柿の作り方を紹介したいと思います。なかなか最近はね、その本物の竹垣を作るという機会も減りました。私もね、若い頃からこれを竹垣が好きでして、なんとかね、その竹垣を覚えたいなと思って東京出たわけですけどもね。今現在、全国ね、竹林被害ですね、竹やぶが荒れているような状況です。そして自分自身ですね、今までやってきた中で、なんとかこの竹垣を簡単に交換できる方法はないかなと思って考案したのが、こちらの創作柿でした。もともと創作柿に入ったのは、正直言うと私はあまり若い頃から裕福ではなかったので、お金がなかったんですね。ですので、こちらの竹垣がメインになってきました。いい点たくさんありますので、そういったことを紹介したいと思います。それでは解説します。まずこちらですね、躯体作ります。柱の交換。やっぱりね、この下地がいろいろ大変なので、それでとにかく下地は持たせようということで、単管パイプとタルキを使ってます。これにコンパネを貼り付けましてね、そこにデザインを描くと。で、こちらは竹やぶです。竹やぶで竹を、切り出して割ってるところです。昔はですね、竹垣、大体1月から3月の間によく交換していたんですが、本当はね、暮れに帰ればいいんですけども、すべてというわけにいかないので、時期のいい時にね、竹を切って、それで作っていました。しかし、なかなか今、需要がないので、時期のいい時に切ってもですね、その年使えないことがよくありました。ですので、今はもう防腐剤で持たせるような形にします。はい。で、こちらはコンパネを貼り付けているところです。この躯体をですね、防腐剤を塗ることによって、下地はこれ10年、15年普通に持ちます。多分20年はいけると思うんですね。ですので、この工法を使ってます。要はこの表の貼り付ける竹ですね。組子って言いますけどね。これを交換するだけの作業にしているのが現状です。この下地にですね、マジックでちょっと見えづらいですかね、チョークラインだとかね、そういったもので書き込んでですね、貼るんです。で、よく見ていただくとわかると思うんですが、創作書きの利点はですね、なんといっても材料の良し悪しがわからない。ご覧になってわかると思いますが、細いものもあれば太いものもありますよね。建仁寺書きなど、ああいったシンプルな書きね、水書きなんかもそうですけど、材料の良し悪しが分かってしまうんですね。で、昔、私、出版関係の仕事をされてた方の仕事をやったことが何とかあったんですが、やはりね、捨てることが多々ありました。もう極端な話、半分ぐらい捨てるということもありましたね。で、特に徳佐垣なんかそうですね、京都の方なんか行きますと、節の反対側を削ってね、合わせてるところもありますよね。ところが、やはりね、いい材料だけ揃えるってなかなか大変なんですね。そういう点では、こういう創作書きは材料の良し悪しが分かりづらいので、そういったことを皆さんに理解していただければなと思ってますね。はい。で、今はもう、前回のね、小庭作りのところにも解説しましたが、今はもうね、コンパネビスが使えるんです。で、これ、たるきでやったら大変です。昔はみんなこれ、たるきでしたから、裏側が。で、たるきでもうデザインして、そこに釘を打ってたんですが、なかなか釘がね、抜けなかったり、そういう問題がありました。しかしね、これは、そういう、ことがないので、おすすめですね。で、こちらはね、ちょっと節が揃わないようにっていうことですね。女性職人の方ですが、うちは職人さんです。この方、木更津の方なんですけどもね、本物の職人さんですね。京都で修行されたそうです。で、こちらね、全体的に貼り付けまして、それで後でね、この天場ですね、切っていくという、そういう方法です。で、こちらはね、お寿司さんとちょっとね、話し合いしてるところなんですけどね、デザイン性の問題だとか、はい。変なこと言わない、変なこと言わないで。普段は笑いばっか取ってるんですけどね。で、こちらはね、竹の割り方ですね。毎週これパフォーマンスなんです。簡単にこうね、竹って裂けるので、こうやっていけば、竹垣の交換も楽ですよっていう、そういうとこ説明してますね。で、
この仕事もそうですね、習うより慣れろで、慣れれば簡単にできると思うんですね。はい。でこちら、キッチンハイターです。これはもう私がね、最初にね、自分で、自分が発見したのかどうかわかりませんけどね、私、自分でこれをやった時には本当に行動しましたね。竹焼きというのはですね、作る手間、それとね、洗う手間って同じなんですよ、時間が。で、昔はもうこれ完全に、もみ殻でしたね。もみ殻、それから荒縄、それからナイロンだわし、スポンジ、中性洗剤、お湯、ありとあらゆることをやりましたが、やっぱりね、最終的にはこのね、キッチンハイターがいいと思いますね。で、当初キッチンハイターは持たないんではないかなと思っておりましたが、5年以上はもう確実に持ちます。これで、あと防災使えば、もっと持ちますね。で、これは竹垣のデザインです。創作書きなんですが、これは敷石から影響を受けてますよね。いわゆる新行層、そうではないですけども、右側が縦横の線だけ、中央斜めの線を入れますね。左側に鍵型を入れる。それで、平行線がなく、同じデザインが重ならないような、そういうことですね。デザインです。はい。で、これ現場で書きます。現場でイメージしてね、書いたもので、それを貼り付けているということですね。でこれはちょうど押し縁ですね。押し縁ね、あんまり太い竹ですとデザインがやっぱり死んでしまうので、そういったことを考慮してちょっと細めのですね、薄いもので、いわゆるビス隠しってやつですね。昔でいう釘隠しみたいなもんです。で、縁のところに打つとあまり目立たないので、それですをちょっと説明しているところですかね。もうこれは4タイプですね。縦のライン、横のライン、右上がり、左上がり。どれを2つ足しても1つにならない。そういう、敷石もそうなんですけどね。そういったところのデザインですね。これ、細かいことを言いますとね、どっちを節止めにするかとかね、いろいろあるんですよ。どっちから見るのかとかね。左から見る場合には、じゃあ、左側の方を全部して止めると。で、上下の場合には、上じゃあ節止めにして、下から覗く人はいないから上を節止めにしようとかね。そういうことですね。はい。で、普段はね、よく丸ノコを使ったりね、電動バサミ使うこともあるんですが、今回はね、ベテランの方だったので、ノコ切りの方が早いということですから、ね。で、こちらね、私が、友人にちょっとデザインの説明をしているところなんですが、石垣なんかも同じですよね。芋目地や敷石もありますね。芋目地やつ巻き通り目地とかね、そういうものがないように、全体的に石垣の場合は上の重量が分散されるようにっていうことを説明しますね。で、こちらの友人は神職さんですね。神主さんなんですが、近年稀に見るね、なんて言いますかね、観察力を持ってるというか、本当の意味から言うと、私は神主さん、お坊さん、神職さんや住職さんから今までね、いろんなことを学んだんですよ。自然を理解するっていう点ではね、ものすごく優れたね、観察力を持ってる方で、珍しい方だなと思いましたね。はい。で、こちらはちょっと別のね、袖書き風のもののデザインを描いてるところです。で、やっぱり弥勒亭なので369で全部構成してますから、押し縁の数なんかもね、だいたいその3か6か9、それで割れる数字にしてますね。こちらはスインカーが貼ってるんですけどもね。で、このスインカーはですね、そんなに高価なものではないです、ここは。はい。前回ね、ちょっとね、京都の方がね、お見えになりましてね、東京に。で、ちょっと挨拶に行ったらね、素晴らしいなと。和歌山の方から取り寄せたということでね、ものすごく綺麗な使ってましたけどね。で、こちらはね、ちょっと黒竹を、押し縁で押さえているところです。で、本当にね、やはりね、コンパネビスがあるんでね、もう便利ですね。では、こちらは洗面ですね。得意の洗面、これをやっているところです。で、この企画がですね、次の若い方々の参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。